日本語ですでに知っていることを教わるシリーズにようこそ。今日のエピソードでは統計データを視覚的に表す手段、すなわちグラフを紹介します。とりわけグラフの種類、名称及び特徴を例を交えて説明します。第一に、そもそもなぜグラフは重要なのでしょうか。一般的に人間は統計データの数字だけを与えられても、それが何を意味するのかさっぱり見当がつきません。そこで役に立つのがグラフです。グラフはデータを視覚化し、人間が解釈して現実世界に応用する手助けをしてくれます。よって、もし統計データをもとに何かを説明したり、相手を説得したりする必要がある場合は、適切な種類のグラフを付帯することが効果的なのです。では、グラフを得得する意義が明確になったところで、一般的に用いられるグラフの種類をいくつか見ていきましょう。まずは、誰もが一度は必ず見たことがあるであろうグラフの種類、棒グラフを紹介します。棒グラフの最大の特徴は、長方形の棒の長さで数値の大きさを表す点です。実際に棒グラフの例を見ていきましょう。最初の例は、ある架空の中学校の各学年ごとの生徒数を示しています。縦軸は生徒の数を表しており、数値の単位は人です。対する横軸は学年を表しており、この例では1年、2年、3年の順番に整理されています。それぞれの棒の高さから各学年の生徒数が一目瞭然です。より複雑な情報を表示してみましょう。二つ目の例では各学年の生徒を男女別に分けた数値が表示されています。このように男女を左右に並べることで各学年の性別の比率がわかりやすくなります。また、同じ情報でも左右に分離する代わりに次のように上下に積み重ねることもできます。このような棒グラフは積み上げグラフと呼びます。積み上げグラフを使うと男女の比率のみならず各学年の生徒数の比較も簡単になります。二つ目のグラフの種類は棒グラフによく似ていますが、棒の代わりに線を使うので折れ線グラフと呼ばれます。折れ線グラフはもっぱら数値の変化を示すのに用いられます。無論、棒グラフでも横軸を時間にすることで数値の変化を表すことは可能です。しかし、複数の数値の時間ごとの推移を示したい場合には、棒グラフを使うと大量の棒がひしめいて、かえって情報が見づらくなってしまいます。このため、より見た目が明瞭な折れ線グラフの使用が推奨されます。また、折れ線グラフで複数の数値を比較する場合は、線の色を区別したり、モノクロの場合は、線や折れ目の印の種類を変えたりして、できるだけ見やすくする工夫が求められます。その場合、グラフの空白部に、それぞれの色や線、印の種類が、どのデータの項目に対応しているのかを明示することを忘れないようにしましょう。では、折れ線グラフの使用例を見てみましょう。最初の折れ線グラフは2000年から2009年の間におけるある架空の国の国内総生産 GDP の推移を示したものです。参考にいくつか他の国の数値を加えることもできます。続いての例は折れ線グラフと棒グラフを組み合わせたものです。この例では折れ線がある年の1年の最高気温の変化を示し、棒が降水量を示しています。折れ線と棒が表す数値の単位が異なるため、このグラフには縦軸が2つあり、左側の縦軸が気温をセ氏で、右側の縦軸が降水量をミリメートルで表しています。このような複合グラフは2つの異なる測定値の関係性を示すのに適しています。3つ目のグラフの種類はヒストグラムと呼ばれるものです。他にも度数分布表、柱状グラフなどの別称も存在します。一見すると棒グラフに酷似していますが、ヒストグラムと棒グラフの決定的な違いは、ヒストグラムは横軸に階級を取るという点です。階級とはデータを一定の値の間隔ごとに区切ったもので、例えるならばデータを分別するための箱のようなものです。例を追って見ていきましょう。このヒストグラムはある架空のクラスの身長の測定値の分布を示しています。横軸によると測定値は10の階級に分かれています。例えば、この階級は150センチ以上155センチ未満という条件に当てはまる生徒のみを含む階級です。それぞれの階級に属する生徒の数、つまり度数が縦軸に示されています。ヒストグラムは数値の分布、すなわち
数値がどのように集まったり散らばったりしているかを可視化してくれる非常に有用なグラフです。試しに先ほどのクラスのヒストグラムを他のクラスのヒストグラムと比較してみると、一つ目のクラスの身長の測定値の分布は若干左に偏っている。つまり二つ目のクラスよりも身長が低めの生徒が多いということがわかります。四つ目のグラフの種類は円グラフです。英語で pie chart と呼ばれるだけあって、円形のパイに扇形の切り込みを入れたような見た目をしているのが特徴です。円グラフは主に割合や比率を表すのに用いられます。早速実例を見てみましょう。この円グラフはある架空の大学の在校生の出身国を示しています。ご覧の通り、通常占める割合の大きい順番に時計回りに扇形を配置していきます。扇形が密集すると情報が読み取りづらいため、構成比率の小さい国々はその他の分類にまとめてあります。扇形の面積及び弧の長さ、あるいは円の中心角の大きさは我々の目では正確に測定することができないため、可能な限り測定値または割合を示すパーセンテージを付随することが好ましいでしょう。5つ目のグラフは帯グラフです。円グラフと同様に帯グラフも割合や比率を表すのに用いられます。しかし円グラフと違って帯グラフはこのように上下に並べることができるため、帯グラフ同士を比較することが容易で、さらに構成比率の推移を示したい場合にも役立ちます。例を詳しく見てみましょう。こちらはある架空の中学校における過去5年間の部活動の所属状況を示した帯グラフです。特に所属者数の多い3つの部活とどの部活にも所属していないいわゆる帰宅部に焦点を絞っており、これら以外の部活はその他の括りにまとめてあります。この5つの帯グラフを比較することで読み取れるのは、野球部の所属者数の比率が最も高いままであり続けているものの、年々構成比率は減少傾向にあり、人気第2位のサッカー部が追い上げてきているという点、そして帰宅部の割合が減少していることから、いずれかの部活に参加する生徒が増えているという点です。6つ目のグラフの種類は散布図と呼ばれるものです。その最大の特徴はグラフ上に散らばった点です。散布図は主に2つの事柄の相関、つまり関連性を視覚的に捉えるのに重宝されます。例を見てみましょう。ある架空の高校における各生徒の1日の平均家庭学習時間、そして数学の学力検査の点数を示した散布図です。各点が1人の生徒を表します。銀河系のように多数の点で構成される周回は左下から右上にかけて伸長しているように見受けられます。このグラフからおおむね自宅での学習時間が長い生徒ほど数学の点数が高いことが察せられます。一方、こちらの例は各生徒の1日の平均家庭学習時間と各生徒の身長の測定値を示した散布図ですが、点の集合に何ら規則性や関連性が見られないことから、これら2つの数値には相関はないと考えられます。7つ目のグラフの種類はレーダーチャートと呼ばれ、この名称は英語の Radar Chart をカタカナ読みにしただけのものです。レーダーチャートの最大の特徴は、その形状で正多角形の各頂点が一つの項目を表し、中心から外周に近づくにつれて数値が大きくなります。すべての点を線でつなぐことで、どの項目が優れていて、どれが欠如しているかという全体的な数値の均衡が一目でわかります。では、例を見てみましょう。このレーダーチャートは、ある学生の定期考査の5教科の得点を示したものです。レーダーチャートでは各項目の数値が同じ尺度で表されることが重要です。したがってテストの点数のように数値の範囲が一律なデータに適しています。ただし教科によっては50点満点や200点満点のものもあるため、その際は百分率を用いるなどして数値を標準化する必要があります。この生徒は国語及び英語、すなわち言語教科が不得意であることが読み取れます。反対に理科と数学はほぼ満点を獲得していることから得意科目であることが推測できます。さらに参考にこのレーダーチャートに学年全体の平均値を重ねて表示してみましょう。すると苦手な言語教科を含めすべての教科において学年平均を上回っていることが判明しました。まだまだこれらの他にも数多くの便利なグラフが存在しますが、今回は汎用性の特に高いグラフの種類7つに焦点を絞りました。
またいつか他のグラフについても詳しく取り上げるつもりです。ではまた。